はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2025年の上半期のテーマについてタロットで見てみたいと思います。これは1月から6月まで順番にどうなっていくか見ていくというよりは、上半期全体を捉えてどの分野において一番光っているかとか、どんな気づきがあるかとか、どんな学びがあるかっていうのを見てみます。人間関係やお仕事やお金や健康のこととか、ご自身のこととか、いろんな分野がありますので、そのどこに着目すればいいのかっていうのも見てみたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、皆さんもしよろしければ2025年こんな年にしたいなとか、こうしたいなっていう思いがある方はぜひコメントに書いてみてください。それが叶いますようにということで、願いながらポチポチとハートマークをつけていきたいと思います。お願いします。はい、一緒に見てみましょう。2025年前半のテーマ、ちょっといつもと違うスプレッドになりますので無言にならせていただきます。はい、前半のテーマは何でしょう。おっと、ソードの8ですね。すごいめちゃくちゃ良さそうなんだけど、テーマがソードの8ということで解説していきたいと思います。はい、そっかって感じ。まずちょっと星の話なんですけれども、2025年の前半はですね、とてもパートナーシップに恵まれているわけです。恵まれてるっていうと本当七夕的にいい人が来るって思いがちですけれども、人との関わりっていうものに、人との関わりの中でものすごく恩恵があるということは、ややこしい関係性とか今後の自分にふさわしくない人とは離れていくみたいに、人間関係の新旧交代が起こりやすい時なんですね。でこれは2024年の後半からすでに入っていましたので、何か今年の後半を通していろんな人間関係で学んだことたくさんあると思うんですね。その上で2025年の前半はもっとスペースが空いたところにいい人が入ってくるみたいな、いい契約が入ってくるっていうのがあるので、一番の恩恵ポイントっていうのは、どんな人たちとつながるのかとか、どんな契約を結ぶかっていうことなので、もしお仕事されてる方とかでも、仕事を通しての契約とか関係性とかっていうものがすごく濃くなりますね。なので転職を望んでいる方にとってはとてもいいでしょうし、転職じゃなくても例えば部署移動とかそういったものも非常に、有益なタイミングになります。そして2025年の前半どうですかと言われたら、いて座の皆さんとても豊かな1年になりそうなんですね。悪く言うとちょっと自分に甘いかなぐらいの感じがあるんです。ここで女帝の逆位置が出ているので、非常に自分に対して優しくできるし、ここまでよくやったなということで自分も認められるし、いいんですけど、ちょっとだけ甘いかなっていう感じもあるんです。例えばいいかって言いながらすごく暴飲暴食するとか、ダラダラするとかっていう風に出る方もいらっしゃると思いますし、お金の使い方とかに関してもいいかって言ってどんぶり感情が重なってしまうとか、そういうのもあるかもしれないですね。なのでとっても豊かな素材が、豊かさを感じる要因っていうのがたくさんあるけれども、そこに甘んじすぎずに、少し自分で締めるところは締めるっていう形にするのがいいと思いました。そしてとても特徴的なものがたくさん出ていて、ちょっと強いところからいきますと、まず精神的な何か一つ区切りをつけるみたいなんですね。特にそれが家の中での変化っていうのがあるかもしれません。例えば家の中っていうとどうしても無意識の空間になるんですよね。なんとなく家族がいてとか、もしくは一人で暮らしててとかっていう、今あるこの自分の無意識っていうものが何か一つ終わって新しくなるよっていう感じがあるんです。ですのでこれまでの生活スタイルや家のことや家族のこと、もしくは自分の意識っていうものは何かすごく大きく進化するポイントだなっていうふうに思います。これも
例えばですけど、家族と一緒に暮らしているのであれば、家族の中の誰かが巣立つとか、何か家を引っ越しするとか、そういうことによって家族間の関係性が変わるとか、自分はもう子供じゃいられないんだとか、もう自分はもう親の立場というものを守らなくてもいいんだとか、いろんな形で家族としての役割や立場っていうものが一つ終えそうだなって感じがしました。一つの時代が終わる。そしてそこから新しくいくんですけども、ちょっと星の話も入れながらいきますが、2025年の2月あたりからすごく、特に3月ですかね、3月ぐらいから強いんですけれども、もう何かにチャレンジしていくっていうことをめちゃくちゃ応援されてるんですね、いて座の皆さんは。これ例えばですけど、3月29日に日食があるんです、お羊座で。でこの日食っていうのは何かをスタートするっていうのはとってもいいタイミングなんですが、特にそれがいて座の皆さんにとっては、人生にどんな喜びを自分が入れたいですかっていうことで、例えば恋愛とかもめちゃくちゃいいですし、恋愛に関してもね、ただ単にいい人が現れて恋に落ちてっていうのではなく、自分が恋愛の場にどっぷりハマる覚悟をするみたいなのもありますし、また恋愛だけじゃなくても、例えば子供を持つとかもそうですし、人生が大きく変わりますよね。もしくは自分の人生にとってこの喜びを自分に与えてあげるんだっていうことで、何か覚悟をしてチャレンジして、それを作っていくっていう、その覚悟をしていくのが、3月なわけです。でそこのところがもうカードで見てもスターということで輝いているので、やっぱりめちゃくちゃここには運があるんですね。なのでましてやパートナー運もいい時ですから、星で見てもカードで見てもね、誰かとの関係性新しく作っていきたいなとか、誰かと付き合ってみたいなとか、結婚したいなとかでもいいですし、新しくビジネスパートナーが欲しいなとか、そういう有益な関係性作りたいと思ってらっしゃる方にとってはめちゃくちゃ応援されてます。すごくいいですよ。ということは、ものすごく応援されている時だからこそ、自分が勇気を持って、あとはチャレンジするだけなんだと、行動するだけなんだということでやっていくと、必ず道は開けるっていう感じなんですね。まさに自分がやってみたかったことを叶える力があるよとか、叶える運があるよっていうことなんですよね。でさらにはパートナーのところで、ものすごくいい人出てきますねみたいな感じがあるんです。これは1対1の人間関係のところに、カップのナイトっていうのは、誰かからプロポーズされているような、誰かから申し出があるっていう感じがするんですよね。でどんな申し出なのかなと思いますけど、それは例えば仕事を通して一緒に仕事しませんかっていう申し出かもしれないし、自分が応募したところからぜひ来てくださいって言われるのかもしれないし、または新しいビジネスチャンスが来るのかもしれないし、別に仕事関係なくてもプライベートでも、この人と仲良くなりたいと思う人と自然と仲良くなっていくみたいな感じがあるので、人間関係めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいです。でこんなにいいんだってなったら、もう外に出なきゃ損みたいな、誰かと関わらなきゃ損って感じですよね。そこが一番の開運ポイントですからね。でも別に今のままでも幸せだしって言って、そのままいることももちろん可能ですけどね。それはそれでいいんですよ、全然。ご自身の選択ですからね。そしてこれまで学んできたことっていうのは本当に生かされるなって感じが出ています。今まで自分が学びっていう、その資格試験の勉強だけじゃなくて、経験してきたこと、人生を通して経験した学びっていうのはものすごく自分の中で生かされてるよって。でこの力を使ってまたもう一歩広い世界に行くよっていうのが2025年前半のテーマですね。火星もね、4月18日からは獅子座に入ってきますし、その自分をもっと広い世界に押し上げてくれるとか、チャレンジしていけるっていうのもありますのでね、いて座の皆さん、運が強いっていう感じですね。特に春からが強い。1月あたりっていうのはまだちょっとね、なんか怒涛の1月って感じもしなくもないですけど、あっという間に過ぎると思います。1月2月は。で3月ぐらいからとにかくチャレンジなんだっていうことだけ覚えておいてください。またその頃に細かく言うとは思いますけどね。そして5月からはしっかりと根を生やすかのように、そのことに着手していく、努力していくっていう流れがありますね。でさらにその後またちょっと後半になりますけど、7月からっていうのはね、さらにそこに救いの手が来るとか、さらにスピードアップするみたいな感じがあるので、本当にこの波にぜひ乗っていってねっていう感じなんですけども、ただ一番言われているのは、ご自身の可能性を自分で縛るのはやめてくださいみたいな感じで言われてます。これだけ運があって、なんかすごい乗っていけそうだなって、こんな助け舟来るのとか、こんな出会いもあるのみたいな感じがあるのに、自分だけが自分の可能性を
なんか狭めるっていうか、いやいやいや私には無理ですからとか、いやいや今は無理なんですとか、自分はそんなことできると思えないとかっていう形で自分で自分を縛ってるっていうのがテーマなので、これをいかに外していくかですね。もうそれによって大きく大きく現実っていうのは変わってくると思います。要するに自分の世界観や自分が見ている自分の能力や自分の状況っていうものだけで世界が動いてるわけではなく、もしかしたらもっと開かれた世界があるかもしれないとか、もしかしたらもっと自分を生かす環境があるかもしれないっていう視点で見てみると、もうどんどん広がるよって感じがしました。で特にその家の中での変化っていうのも精神的にはとても大きな進化になるようですし、それもおそらく関連して自分が自立していくとか、自分の人生に責任を持ってチャレンジしていくっていうことに対してとても開かれてますし、そう決めたら今度それに対しての助けてくれる人とか関わる人が良かったみたいな感じで全部連鎖していくんですね。でその中で唯一言われているのが仕事に関してなんですが、仕事に関してめちゃくちゃ昇格するとか、もうこれが私の転職だみたいな、そういった達成感みたいなものっていうのは少し少ないみたいなんです。これがお仕事のところでカップの4っていうのが出ていて、全然喜びなんだけどいいんだけど、本当に私これでいいのかなとか、何か他者から申し出があることとか、これをやってくれないとか、こうしてほしいって言われることに対して、いいんですけど本当にそれ私やりたいのかなみたいな、そういった感じがあるかもしれません。でとてもその勉強とか何かを進んでいくとかチャレンジしていくっていうエネルギーが強いだけに、自分がやっていきたいことっていうものとその仕事っていうものがおそらく直結してないんだと思うんですね。なので仕事は仕事として自分の生活を守っていくものとして割り切ってやるのもいいと思いますし、今こうやって進んでいくこと、自分の人生を自分で豊かにするというチャレンジをしてるからこそ、いずれは仕事を通してそれが達成するっていうふうになるので、前半の間ではまだもうなんて私夢のような仕事をやりたかった仕事にできたとかそういう感じではないので、そこは期待しすぎずに、いずれ仕事も変わるのかなと、いずれ仕事もきっといい状況になるんだろうなっていうところで、ご自身の生活の中の喜びや楽しみ事っていうものにエネルギーを注いでくださいね。健康運も悪くはないですよ。健康運のところでやっぱりね、ワンドの8の逆が出てるので普段はいいんです、問題ないんですが、何か急激な変化、例えば急にどこかに移動することになったり出張することになったりとかした時に急になんか腰痛めるとか、そういう突然の出来事っていうのがちょっとあるみたいなので、慢性化したものに苦しめられるということではなく、その突発的なエネルギーが動いて活性している中での体の不具合っていう感じだと思います。なのでそこだけ普段からね、体力作りしておくっていうのはいいかと思いますよ。なんかちょっとぐらい無理してでもなんとかなるだろうっていうよりは、そういったちょっとした無理っていうのがそういう突発的な時になんか腰に来たとか首に来たとか、そういうね何かに体の急性なんとかみたいな感じの症状ですね。急に肩が痛いとかそういうような感じ、体の肉体的な不具合ですか、内臓的というよりは肉体的な不具合な感じがします。でもそれももちろん急激になるということは急激に良くなる可能性もあるということで、一時的にそうやって体をメンテナンスしていくのかなって感じが出ています。そしてお金のことに関しては、お金のことに関してもワンドの7というカードが出ているので、ご自身でうまくコントロールしてやっていけますよっていうふうには言われています。もうなんかザックザックお金が自動的に入ってくるというわけではないんですが、ご自身が頑張ったら頑張った分だけの報酬っていうのはちゃんと得られますよというふうに出ています。これが対局のところでね、ワンドのナイトっていうのが出ていて、頑張ったら頑張った分だけ自分の立場を守れるよということなので、頑張ったら頑張った分だけちゃんと貯金もできるし稼げるしっていう感じなんだと思います。なんだかとてもいい金運というものがボーンと入ってきて、それですんごい今年は儲かったわとかそういう感じではないんですね。自分のあくまでも想定内の動きとしてちゃんと何とでもなるよって感じで、もう一つさっき言った人間関係のところは非常にコミュニケーションもいいし、新しい出会いもとってもいいし、じゃあ1対1の関係性が良くてグループはダメなのかというと、グループも全然悪くないんですよね。全然悪くない。ただグループでみんなで楽しむっていうのはもちろん楽しいんだけど、それよりも特定の人との関係性が進んでいくことの方が一座の皆さんにとっては前半はね楽しいみたいです。そして
全体を通して気をつけることとして言われているのが、さっき言った自分で自分のことを縛らないでねっていうのがもう第一番なんですけども、もう一つ、何か新しい可能性というものが静かに始まりつつありますよっていうふうに言われています。これは静かにです。まだ見えない感じがする。おそらくですが、2025年の前半っていうのは特にその3月4月あたりからグググって変わってくる感じがするんですよね。こう環境も精神的なものも人も。でそうなるともういっぱいいっぱいというか、あまりにも動きがエキサイティングで、いかに自分がいい波の中に乗ってるかっていうのがちょっと感じにくいかもしれないんですよね。でましては仕事ってなった時にはそんなにその夢のような仕事っていうわけではない感じなので、こう気づきにくいんですけども、静かに着実にここから始まる、ここから育っていく新たな価値っていうものがあるよっていうふうに言われています。楽しみですよね。ちょっともう一枚このオラクルカードの補佐引いてみましょうか。でもこれまで本当経験したことって本当生かされてくるなって感じ。もう一枚補佐で引いたのがソードの4ということで、そうか、なんかやっぱりこれだけねこう動くみたいな感じがあったとしても、やっぱり精神的には怖いというかね、いや穏やかに生きたいです、そんなリスク背負いたくないですとか、いや私はもう普通にいければいいんですみたいな感じで、すごくすごく飛躍するエネルギーと同時に自分で抑えようとするエネルギーが強いっていう感じですね。それが一番のテーマですよね。そこをどうこなすみたいな。なのでもともと結構自分に自信ありますよとか、いや頑張るつもりなんです2025年はって決めてる方はもう絶対それがどのような形であれいい形になると思うんですね。でもなかなか動けないとか、いやもう動かなくていいよって思ってらっしゃる方にとっては、なんか焦りみたいな感じ出るかもしれません。周りがすごいこう動いてるのに私は動いていないみたいな感じで思うかもしれないので、そうね。でどこを一番強化しますかって言われたら、私はやっぱ対人関係なんですよね。人に誘われて行ってみたら意外と悪くなかったとか、そんな感じもありますので、もし体調がいまいち悪くて動けないんだっていう方もですね、それに関しては突発的な対処法みたいなのも出てきたりするので、体力を心配しすぎて動かないというよりは、なんだかんだ言って動けますよみたいな感じもあるのでね、自分が本当に望むことに対して動いてほしいなって思いました。はい。どうですかね。もし伊手座さん的に結局ね、金運のいい時はいつなのとか、こう人間関係どうっていうのを、これはカードを見てですけど、星の中で予測したものっていうのはカペラノートの PDF 版に書いてありますので、ぜひそちらもご検討いただければと思います。概要欄に詳細が載っています。最後にもう一枚引いてみましょう。オラクルカードといって引いたのがこのカードですね。いかがでしょうか。これを見て何かしら感じるものがあれば、皆さんの直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。なんかナチュラルネイチャースピリットということで、なんか自然な流れでやはり何かが開かれようとしてるって感じがしました。そしてご自身ではそんなに自分ですごいうまくいってるという体感があんまりなかったとしても、でもとてもバランスよくいろんなところでいろんな配慮があったり、いろんなサポートがあってやっていけるよって言われてる感じがしましたね。自然界の応援が来てるみたいな感じかな。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。ぜひ2025年の前半、いて座の皆さんにとって本当に素晴らしい、自分の枠を外せる半年上半期になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。